こんにちは、ポンズです。今回はこちら、トランスフォーマースタジオシリーズより SS77 サイドスワイプでございます。以前 SS20 でダークサイドムーン型は発売されておりましたが、ついにリベンジ版の発売ということで、心待ちにしておられた方も多いと思います。細かい前置きは抜きにして、早速ご覧いただきましょう。サイドスワイプはシボレー、コルベット、スティングレーのコンセプトカーにトランスフォームする戦闘員です。足首がタイヤになっており、その形状を生かしたスピーディーな戦闘が特徴となっております。はい、内容物です。本体と武器のブレード、銃が2本ずつ、説明書とジオラマブース。ジオラマは劇中冒頭のシーンですね。まずはビークルモードから見ていきましょう。はい、ビークルモードです。再現度が高く、かっちりまとまってはいますが、ちょっとブレードの収まりが悪く外れやすい印象です。車体フロント部分のメーカーロゴも綺麗に塗装されています。以前発売された SS20 サイドスワイプを並べてみました。大きさは同じくらいです。よーく見たらなんですが、今回の方が少しだけシルバーの色味が暗めに見えます。リベンジ版のサイドスワイプとダークサイドムーン版のサイドスワイプを引っ張ってきました。同じリベンジ同士で比べてみましょう。大きさはやっぱりスタジオシリーズの方が一回り小さくなっています。その他タイヤの造形、塗装、ヘッドライトの造形も今回は省かれています。気にするほどでもないですが、ナンバープレートの造形もありません。では続いてロボットモードです。これはもうお見事な劇中再現度ですね。スマートなプロポーションで暗めの成型色とシルバーの塗装がいい明暗を生んでいて、かなりかっこいいです。あえて言うならボンネットとルーフの処理をもう少し頑張って欲しかった感はありますが、ほぼ気にならないレベルでしょう。股関節からパーツが見えるのはなんかあれですね、 MPM10 のスタースクリームを思い出します。銃はこのように手に持たせることができます。ちゃんと2本ついてくるのが嬉しいですね。稼働の特徴は特に語らずとも、稼働箇所範囲ともに良好で特に不満がありません。足の形が独特なので安定させるのに多少慣れは必要ですが、気になるのはそれぐらいじゃないでしょうか。そして武器を収納することも可能です。ブレードにあるこの突起部分と本体背面にあるウィングパーツが噛み合うようになっていますので、そこに差し込みます。そうするとこのように収納することができます。これが前のサイドスワイプはできなかったんですよね。このギミックはとても嬉しい。そして銃の収納も改善されています。前回のサイドスワイプではここに収納できるのはできたんですが、個体差もあるでしょうが、少なくとも僕のはほぼ保持力がありませんでした。しかし今回は収納位置が変更され、しっかり保持されるようになりました。この改善もとてもいいですね。何よりロボットモードで飾った時に余剰パーツが出ないというのはめちゃくちゃありがたいですね。ビークルモード、ロボットモードともに非常に優秀ですので、過去作をすでに持っている方にも、トランスフォーマー初心者の方にもぜひおすすめしたい商品です。旧リベンジ版のトイと比べてみました。大きさこそ多少劣るものの、それ以上に造形のきめ細やかさが非常に光ります。ちょっと脱線してしまいますが、いつかこの時のブレードギミックを再現したサイドスワイプが出てほしいと密かに願い続けております。ということで、ざっくりとレビューさせていただいたところで、今回もざっくりとリペイントしていきましょう。今回のサイドスワイプ、元々の塗装が優秀ですので、大げさなことはせず、細かな部分塗装だけで仕上げていこうと思います。では、作業開始。今回使用した塗料はこちら。分解も最小限でいきます。はい、こんな感じで簡単に外せます。まずは外装のシルバーを塗ります。細筆と平筆を使い分けて、細かいディティールを塗り分けていきます。こんな感じです。主に太もも、ふくらはぎ、肩周辺を塗りました。続いてミスターメタルカラーのカッパーでアクセントを加えます。肩、足、腰と塗っていきます。
膝裏のパーツはエナメル塗料のレッドとゴールドで塗り分けます。細筆を使い丁寧に塗り分けていきます。レッドの次はゴールド。これで膝裏の塗り分けが完了です。腕のこのディティールにはスカイブルーを塗ることにしました。マフラー部分は全体をシルバーで筆塗りし、レッドで部分塗装しました。続いてブラックで墨入れしていきます。顔、ボディ、武器などに墨入れしてディティールを引き締めていきます。武器はグレー一色だったのをシルバーに塗り替えました。さあ、これで塗装は完成なんですが、せっかくなので一手間加えます。何をするかというと、ウィンドウのクリアパーツをクリアブルーで塗装したいと思います。まずはしっかりマスキングを行います。ここで横着すると後でえらい目になりますから、しっかりマスキングテープを貼っていきます。そして今回は筆塗りではなく充電式エアブラシで塗装させていただきます。ちなみに使っているのはオーロックスさんのエアブラシです。エアブラシ持ってないよっていう方はミスターカラースプレーの50番にクリアブルーがありますので、そちらで試してみてください。ある程度乾燥しましたのでマスキング剥がしていきます。いい感じですね。特に問題なくクリアカラーの塗装ができました。さて、では最後にトップコートを拭いて完成になります。ビークルモードからご覧いただきましょう。サイドスワイプカスタムペイントバージョンです。もともとシルバー塗装はされていましたが、そこにクリアブルーを追加したことでメリハリが生まれ、スタイリッシュな印象になったような気がします。言い忘れてましたが、武器の銃はビークルモードでもこのように収納することが可能です。続いてロボットモードです。基本的にはちょいと部分塗装をしてトップコート吹いただけなんですが、より引き締まった印象です。変化わかりますかね？実物はもうツヤ感から違うんですけど、これ動画で伝わってるんでしょうか？でも本当トップコートするだけでも3割増しでかっこよくなるのでおすすめします。関節への塗装は行っていないため、ガシガシ遊んでも当然塗膜剥がれの心配はありません。フィギュアスタンド用のジョイント穴もありますので、ポージングの幅も広がります。ヒロイックなプロポーションですので、どんなポーズを取らせても決まってくれます。サイドウェイズやアーシーたちと絡めるのも楽しいですね。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。期待を裏切らぬ素晴らしい出来栄えの商品でした。そのうちプレミアムフィニッシュでも発売されるんじゃないかなと思いますが、それはそれでゲットしたいですね。今回の動画を気に入ってくれた方、また次回も見たいと思ってくれた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もお疲れ様でした。